にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙でくるくるかわいい2種類の形の飾りを作ります。雫型の形を作ります。折り紙を1枚準備して、まず半分に折ります。そうしましたら、さらに3分の1に折りたいので、下から上に折り上げて、この幅と残りの幅がだいたい同じぐらいになるところで折ります。そうしましたら、後の残った分をこのように端を合わせて折ります。そうしますと、このように5本の線で6分割できました。この折り線に合わせて切り離します。6本できました。これを重ねます。6本重ねました。重ねましたら、下の方から適当にこんな感じで、長さはどんな感じでもいいです。少しですね、折ります。今度は上の方を片方折って三角を作るようにして折ります。この角を合わせて折ります。もしきれいに折れてなければ、少しこのように折り返してください。6本同じ形に折れました。スティックのりで貼り合わせます。1枚この三角の部分にのりをつけます。そうしましたら、もう1枚をきれいに重ねます。そうしますと、こののりをね、塗った部分だけこのように貼り付きます。同じようにまたこちらの三角にのりを塗って、そしてまた1枚重ねて貼っていきます。これを6枚とも同じように貼り合わせていきます。6枚このように重ねて貼り合わせました。で、最初の1枚とこの最後のこの三角も貼っていきます。一番上の三角を同じようにのりを塗っていって、で一番最初のこの紙とくるっと回してこのようにくっつけます。そうすると一周6枚お互いにこのように貼り合わせることができました。そうしましたら、横に寝かして1枚だけこのように持ってきます。この1枚をくるんとこのように全体的にここをねじって裏に返して、で消しゴムのようなものでこのように重りを置いておきます。そうしましたら、この一番上にある紙のこの折った部分ですね、ここにのりを塗ります。でこのようにのりを塗って曲げたまま、こちらを外側に上から紙を持ってくるようにくるんとねじって、この折り山と1枚目の折り山を重ねて貼ります。そしてまた重りをここに置いておきます。でこれを繰り返していきます。のりを塗って上からぐるっとねじって、この下の部分に
揃えるように貼ります。で、重りを置き換えます。で、最後もこのように揃えて貼ります。で、一番最後とこちらの一番最初のこの部分も貼りたいと思います。糊を塗って、で、一番最後に貼った紙にこうつけていくと、このように6枚の紙6方向にねじれて雫型のねじねじの形になりました。で、少しですね、この折り加減を調節してまんべんなく6方向に広がるようにしてください。この歯型を作ります。折り紙1枚を雫型の時と同じように折って6本に切り分けます。6枚に切って重ねます。重ねた下の方の角を上げて三角に折ります。下から折り上げた方の今度は反対側から上の角を下に下げて三角に折ります。1枚ずつ折り方がもしきれいに折れなかったら少し直して折ってください。6枚折れました。そのうちの1枚のこの白い三角の上の方だけですね、糊を塗ってもらって、で1枚重ねて貼ります。でまたこの上の三角に糊を塗って、でまた重ねていきます。これを6枚繰り返します。最後の1枚のこの三角と最初の紙も貼り付けたいと思います。糊を塗って、でこちらの最初の紙を持ってきて貼ります。そうするとこのように6枚の紙が均等に貼れています。このつながった6枚のうちの1枚を置きます。そして少し裏返すようにこのように曲げて何か重りのようなものを置いておきます。この隣の一番上になっている紙のこの三角の部分にですね、糊を塗ります。そうしましたらこの紙も同じようにぐるんとさせてこの折り山同士を重ねて貼ります。で、重りを上に置き換えます。これを6枚とも同じように繰り返していきます。
6枚とも貼りました。そうしましたら最後の1枚とこの最初に曲げた方の紙のこの三角の部分も貼り合わせていきます。これで6枚貼れました。少しね、折り目が均等になってないので、このように折り返していって均等になるようにいたします。で、形を整えていきます。この刃型は貼り合わせたところですね、少し縦に曲げてあげると形が整えやすいです。こんな感じで少し曲げてあげましょう。反対側も同じようにしましょう。これで形が整いました。吊るすときは糸を適当な長さで切っていただき、この上のところから通してもらって3枚ずつになるように、このような感じでですね、紐を通していただければいいかと思います。これで吊るすことができます。模様折り紙や両面の色紙、またキラキラの折り紙などいろんな折り紙で作っていただくとバラエティ豊かで素敵になるかと思います。またこのように縦に並べてつなげることもできます。七夕やお部屋の飾りにぜひ作ってみてください。